アンニョンショネムです。今日は韓国人が思う日本の長所3つ、短所3つについて話してみたいと思います。これはどこまでも自分の個人の考え方なんで、他の韓国の方は関係ないってところ、ご了承お願いします。まず自分は今日本に来て3年5ヶ月ぐらいだし、日本には10年前に家族旅行ぐらいしか来たことないんです。住んでみたいなって思ってすぐ日本に来ただけなんで、旅行としてはあんまりほぼ経験ないと見ても過言じゃないです。何も覚えてないです。まず、長所3つについていきます。個人の考え方です。まず最初、個人の自由が尊重される。もちろん韓国も尊重されるんですけど、どういうことって言ったら個人主義ってことですよね。これが悪いところにもなるかもしれないんですけど、自分には結構いいところが、まず韓国は男がこんな地雷メイクとか、こんなメイクやってるの普段絶対許されないって感じ。あんまり使われないんですよ。嫌いな人も多いし、理解できない人も多いんですけど、日本の方は気にしてる方もおると思いますが、韓国と比べたらあんまり気にしてないし、むしろこんな感じのスタイルも結構あるんじゃないですか。でも韓国では結構好きじゃない感じになります。なので自分としては韓国に寄った時から結構独特やったんですけど、やっぱ昔から結構いろんなことを言われたんですよ。ファッションとか髪の毛とか。でも自分がしたいだけやから自分は別に何か言われても気にしてなかったんですけど、日本に来てはほぼ言われたことないんですよ。もう言われたことあるんですけど、なんで地雷系になったとか、元の方がいいよとか言われたことあるんですけど、ほぼないから、日本は結構自由だなって思いました。で、道でももっといろんな派手な方がよく見えるんですけど、韓国ではほぼなくて、あってもみんなからめっちゃ見られるんですけど、日本の場合はなんかみんなそこまで気にしてないから、自分としてはそれが結構いいかなって思いました。韓国はほんまに自分たちとちょっと違う部分があったらあんまり好きじゃない、ちょっとおかしいって思う場合があると思うんで、個人の考え方ですよ。長所に親切です。韓国が親切じゃないってことではないんですけど、何が親切だというと、一応自分って外国人じゃないんですか。でも外国人でもみんな結構親切に対してくれるし、コンビニとかなんかサービスをやってもらうときにほんまに優しさを感じます。韓国の店員さんは日本と比べたら割と丁寧じゃないと思います。韓国旅行行ってみたらちょっと見えると思いますが、やっぱ日本は基本的に親切感があると思います。これも人によっては感じることが違うかもしれないんですけど、自分は結構日本の方は親切だなって思います。3、道が綺麗だ。もちろん汚いとこもありますけど、基本的には綺麗だし、あんまり道自体にゴミがあんまりない感じです。韓国も綺麗いとこは綺麗なんですけど、普段基本的にはちょっと汚いんです。みんな不法投棄とかよくやってるし、日本と比べたら結構汚いかなって思いますよ。特に韓国によく見えるのは、タバコ吸ったものを普通にポイ捨てもあるし、唾を吐く人もあるんで、日本は割と少ないと思うんで、韓国に比べたら結構綺麗だなって思います。あと韓国は結構不法駐車が多いです。でも日本は結構法律として強いからか、普段皆さんの意識がいいのかわからないんですけど、不法駐車がほぼなくて、それのおかげでも道が綺麗にも見えると思います。韓国はほんまにめっちゃ不法駐車多いんです。罰金も少ないし、罰金も3000円5000円ぐらいだし、罰点もほぼないんですよ。罰点もほぼないところなんで、結構不法駐車多いです。あと観光地行ったらいつも思いますけど、日本で結構観光地をめっちゃ綺麗に管理してるなって思います。で、他も物価が安い、上下関係が緩い、例えば自分の上の方にも何々さん、何々、たまには何々ちゃんとか言うんじゃないんですか。韓国であんまりそれ許されない場合が多いんで、日本は互いにさん付けやったら結構楽なんですけど、韓国やったらしか人かわかんない場合もあるし、年が違ったら友達とも呼ばないし、ヒョンとかヌナとかになるんで、それがちょっとめんどくさいんですよ。でも日本は何々さんとか何々ちゃんとか年が違っても友達になれるし、結構韓国と比べたら割と緩いかと思います。あと物価の話なんですけど、物価はスーパーとか食材料とかが結構安いかなって思います。コンビニもそうやし、スーパーも韓国に比べたら安いです。以外にも色々あるんですけど、自分が思う長所大きくはこのぐらいです。で、これからは自分が思った短所3つについていきます。まず最初、税金バリ高い。
税金もそうやし、交通費とか人件費がめっちゃ高いかなって思います。で、税金も消費税も高いし、所得税も高いし、保険代も高いし、同じお金を稼いでも、日本が取られるお金がめっちゃ多いんですよ。いくらを稼ぐかによってちょっと税金率は変わるんですけど、手取りについては絶対韓国の方が多いです。交通費の話なんですけど、日本は韓国と比べたら交通費がとっても高いです。バスもそうやし、電車、日本の方が全部高いです。新幹線までも日本の方がとっくに高いです。韓国は乗り換えという制度があるんで、バスから電車にも、電車からバスにも乗り換えが行けますよ。なので、この制度を使ったらめちゃくちゃ安いんですよ。日本と同じ距離を行くとしたら、日本の2倍ぐらい安いぐらいに行くんで、日本に住んだら交通費は結構高いなって思います。次、短所にアナログ文化です。アナログ文化が何かというと、紙を使う、またはハンコを使う、または現金のみの店。この3つなんですけど、最初の紙ってどういうことっていうと、韓国はほとんどネットで区役所の業務全部できます。もう引っ越し届とか、もういろいろ全部行けますけど、日本はまだ区役所とか行って、もう1時間ぐらい待たなあかんですよね。30分、1時間、2時間とか待たなあかんのが結構あるんで、その部分がほんまにちょっと理解できないんです。今2024年なのに、まだ区役所行って、ハンコとか押しながら何時間も待たなあかんのが、自分としてはまだ理解ができなくて、ほんまにしんどいです。あと区役所ですけど、韓国は住民センター、町ごとに区役所の小さいバザンがあるんですけど、そっちでも区役所の業務とか全部行けますんで、区役所までわざわざ行かないと近くでも処理できるんですけど、日本はその住民センターがないから、また区役所にみんな集まるから余計にもっと時間かかる感じします。自分韓国でも区役所行ってないのが十何年も経ってるし、ハンコも使ってないのも20年ぐらい経ってるぐらいなんで、まだ日本ではそれを全部使ってるから、自分としてはまだちょっと理解できない。あとそれを使ってるから遅くなっちゃうんで、何でも業務が早くデジタル化してほしいです。次3つ、夜になったら静かだ。これ当たり前な話かもしれないんですけど、自分が思うには、韓国は夜になっても24時営業してる店が結構多いんですよ。食べ物屋さんもそうやし、映画館もそうやし、マートもそうやし、バスもあるし、もういろいろあるんですけど、日本は夜になったらみんな家に帰ってるか知れない。もうみんな家に帰ってますよね。なので、道がほんまに道も街も全部静かな感じがめっちゃします。自分はまだ難波に住んでるからまだマシなんですけど、もうちょっと離れたとこに住んでたとこあるんですけど、ほんまに夜になったら誰もいない。何も営業してない。コンビニしかやってないから、自分としてはちょっと夜がつまらない場合も結構あります。韓国によったらほんまに何でも営業やってるから、適当にどっか移動して適当になんか食べて適当になんか遊んでとかできますけど、日本ではそれができないから、もう普通に寝るしか、寝ますで、最近家でネットフリーとか普通に見てます。特に韓国は24時間やってるカフェがめちゃくちゃ多いんで、夜に友達とお酒飲んで、カフェ行ったり映画も見たり、いろんなことができますよ。で、自分が思う短所はその3つぐらいです。他のもあると思いますが、今すぐ思い出すのはこの3つです。けど、もちろん韓国も長所短所はあります。日本が嫌いだっていうものでもないし、自分が思って長所短所なんで、またアンチコメントはどうせ削除されますんで、書かなくてもいいですよ。ありがとうございます。